皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、四角形を意識して簡単に階段を描く方法を紹介していきたいと思います。階段はなかなかですね、段数が多くて複雑な感じがしますが、それをですね、簡単に意識しようっていう形の紹介になりますので、ぜひ最後まで見てですね、階段描けるようになってみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、今回ですね、四角形を意識して簡単に階段を描く方法の紹介になります。階段を描く方法はですね、以前もやったんですが、もう結構ですね、1年ぐらい前だったので、ちょっと新しくですね、簡単に意識してみたら、もっと書きやすくなるよっていう形で紹介したいと思います。で、階段なんですが、意外とですね、イラストで描くとなんとなく複雑そうな感じに見えませんか？段数いっぱいあってね、ぐちゃぐちゃしてるし、なんかね、線が多くてなんとなく難しそうだなとか思う方もいらっしゃると思うんですが、実はですね、複雑そうな階段なんですが、あれって実は四角をですね、積み上げてるだけなんですね、こういう感じで。こんな感じ。で、こういう長方形が積み重なって、一つ、その下の段、一つがちょっと上の段より長いだけ。なので、実は一段、二段目。二段目は一段目よりちょっと長い長方形。三段目はそれより長い長方形。っていう形で長方形がただ単に上に乗っかってるだけなんですね。なので、複雑そうだなって思ってもですね、ただ単に板が乗っかってるだけなので、四角形のパースのイラストが描ければですね、やはり1点投資とか2点投資とかやるときに最初に四角形をね、練習で描くと思うんですが、あれが描ければ階段って実はもう描けるんですね。で、実はそれ2点、3点、これも全部一緒です。2点投資横に2本ですね、小視点がある場合、3点下の方にも小視点がある場合とか、そういう場合のイラストもですね、四角形が描ければ、それを積み上げていくだけなので、全然ね、書けます。かなり簡単な部類だと思います。そういう感じでですね、分解して考えていってあげるとかなり簡単に書けますので、このやり方でですね、階段書いたことないよという人はですね、ぜひチャレンジしてみてください。さあ、それでは書き方の紹介になります。はい、まずですね、透視図法に沿って四角形を重ねて書いてあげましょう。まずというかもうこれだけなんですね。これだけになります。どういうことかというと、一点透視。まず一点透視はですね、四角形がありますよと。水平と垂直はまっすぐ90度ですね。これが一点透視の一つのルールとなります。で、それに奥行きのラインだけ VP、いわゆる小指数点と呼ばれるところにこうやって収束していきます。なので、一点透視の四角形を書くと、これが透視図法に沿うとこうなるわけですね。そしたら厚みが出ますね。レンガっぽくなります。ということはですよ、これをこういう形で下にいっぱい重ねていきます。で、重ねたものを全部一つずつ、これと同じですね。小数点に向かって、ギュンと伸ばしていってあげる。と、なんとですね、階段になるんですね。これだけ。最後にこの中のですね、このステップに使ったですね、この四角形の線をですね、こういう感じで消していってあげると、こんな感じでですね、簡単に四角形からそれを積み上げるだけで階段にすることができました。どうだったでしょうか？かなり簡単だったんじゃないでしょうか？これだけでですね、今回説明もこれだけなんですけど、これだけでですね、階段書くことができますので、ぜひやってみてください。これあとはですね、2点投資も3点投資も同じになります。2点投資の場合は、1つの収束する点ではなく、2つの収束する点になります。なので、斜めから見たような図ですね。四角形を斜めから見たような図を描きたいときは2点投資。で、右の方に行く点と左側に行く点。で、まっすぐの線だけは垂直に折りますよっていうのが2点投資になります。で、これもこういう四角形が描ければ、それを積み上げるだけですね。なので、まず片方の面を1、2、3、3つの四角形を重ねて描いてあげます。で、それをやり方一緒ですね。左側に行くラインをもう一つの調出点に向かって収束していってあげて、厚みをつけてあげると、なんとそれだけでですね、階段になりますよ。一点通しと一緒ですね。あとはこのいらない線を消してあげると階段として使えますので、これだけで OK。と、こんな感じでですね、かなり簡単に書くことができます。これ全部で3点通しも同じですね。同じことを言いますが、3点通しは3つ、右、左、下の方、下か上かですね、小出点がね、3つになります。で、それの3つの四角形をかけた場合はですね、もうそれ、もう1個増やせばですね、もう1個増やしてあげるだけで、ちょっと長い四角形を増やしてあげるだけで、もう階段をね、書くことができました。こんな感じ。
なので1段書けるんだったら2段目書けます。でこんな感じでですね、階段っていうのは本当に簡単に分解して考えて書くことができますので、問題はですね、これをどういう家の中に入れてあげるかとか、高さはどれぐらいにしようかなとか、そういう付属的な考え方っていうのは考えないといけないんですが、ただ単にですね、階段の形を書くだけの場合はですね、四角形を積み上げるだけと覚えてあげると、一見複雑そうな階段もですね、簡単に書くことができるんじゃないでしょうか。なのでですね、階段なかなかね、段数が多くて難しそうだなとか、なかなか書くのが苦手だなって方はですね、ぜひこういう形で分解して考えて、できるだけ簡単にですね、階段書いてみてください。実際書いてみるとですね、かなり簡単な上にですね、慣れていくともうスースースーって書けるようになるので、書けるようになってくるとですね、階段も面白いので、書く作画が面白いのでおすすめになります。ぜひやってみてください。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベル押していただけると嬉しいです。ウェブサイトの方やっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラストの販売等もしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。